テスト、黒死病はなぜ中世ヨーロッパを終わらせたのか。導入、死が社会の値段表を変えた。14世紀半ば、ヨーロッパを一つの病が飲み込んだ。黒死病。それはただ人を殺した疫病ではない。村を空にし、都市を沈黙させ、教会の鐘を鳴らし続け、王も農民も司祭も商人も等しく死の前に立たせた。だが黒死病の本当の恐ろしさは死者の数だけではない。問題はその後だった。人が死にすぎた。働く者が消えた。畑は残った。城も残った。教会も街道も領主の館も残った。だがそれを動かす人間がいなくなった。その瞬間、社会の価値が変わった。土地を持つ者が強い時代から働ける人間そのものが価値を持つ時代へ。黒死病は中世ヨーロッパを一夜で終わらせたわけではない。しかし中世を支えていた前提を根元から揺さぶった。人は安い。農民は逃げられない。教会は世界の意味を説明できる。土地こそが富である。その常識が死の嵐の中で崩れていく。今回は黒死病を単なる疫病ではなく、人口、信仰、労働、差別、都市行政まで変えた社会構造の破壊者として見ていく。第一章、世界がつながった時、死もまた移動した。黒死病はどこかの村に突然降ってきた怪異ではない。それはつながった世界を走った病だった。中世後期のユーラシアはすでに孤立した世界ではなかった。絹、香辛料、銀、毛皮、穀物、商人は道を行き、船は港をつなぎ、軍隊と巡礼者もまた大陸を移動していた。人間が世界をつなげた時、病もまた世界をつなげた。14世紀半ば、黒死病は黒海沿岸、地中海、イタリア、フランス、イベリア、イングランドへと広がり、やがて北方の地域にも及んだ。病は国境を知らない。王の命令も城壁も祈りもノミとネズミと人の移動を完全には止められなかった。ここに黒死病の最初の皮肉がある。交易は豊かさを運ぶ。だが交易路は死も運ぶ。港に船が入る。積み荷が下ろされる。商人が宿に泊まる。市場が開かれる。そして数日後、熱に倒れる者が出る。中世ヨーロッパの人々にはまだ細菌も感染経路も見えなかった。見えない敵が人間の作った道を使って人間社会を飲み込んでいったのである。第2章、3人に1人が消える世界。黒死病の被害は現代人の想像を超えている。ヨーロッパでは1347年から1351年頃にかけて推定2500万人が死亡したとされる。よく言われる表現ではヨーロッパ人口のおよそ3分の1が失われた。地域差は大きい。比較的被害が軽かった地域もあれば、村の半分あるいはそれ以上が消えた地域もあった。3人で食卓を囲んでいたなら1人がいなくなる。家族が10人いたなら3人4人が消える。通りに並んでいた家のいくつかは誰も出てこなくなる。教会の墓地は足りなくなり、鐘は鳴り続け、埋葬するものすら足りなくなる。しかも死は公平に見えて社会の機能を無差別に破壊した。農民が死ぬ。畑が荒れる。職人が死ぬ。道具が使われなくなる。司祭が死ぬ。死者を弔う者がいなくなる。役人が死ぬ。都市の秩序が崩れる。これは単なる人口減少ではない。社会を動かす部品が次々に抜き取られていく事件だった。そして恐ろしいことに黒死病は一度で終わらなかった。最初の大流行が過ぎてもペストは何度も戻ってきた。人々は生き延びたと思った頃にまた死の影を見る。だから人口はすぐには回復しない。西ヨーロッパの人口が黒死病前の水準に戻るには長い時間が必要だった。黒死病は一回の災害ではなかった。それは何世代にもわたって社会を締め付ける終わらない恐怖だった。第3章、黒死病とは何だったのか。現在、黒死病は主にペスト菌、エルシニアペスティスによる感染症と考えられている。主な感染経路は感染したのみの交渉、感染動物との接触、そしてハイペストの場合は飛沫感染である。代表的なのがセンペスト。突然の発熱、悪寒、頭痛、強い脱力感、そして鼠径部、脇の下、首などのリンパ節が腫れ上がる。この腫れは黄疸と呼ばれ激しい痛みを伴う。敗血症型になると
菌が血液に入り、発熱、腹痛、ショック、出血を起こす。皮膚や組織が壊死し、指先、足先、鼻などが黒く変色することもある。黒死病という名は、ただの詩的表現ではない。死が体の色を変えて現れることがあった。さらに危険なのが肺ペストである。肺が侵され、咳、胸痛、呼吸困難、血の混じった痰が出る。この方は人から人へ広がりうる。中世の都市でこれが起これば恐怖は一気に広がる。当時の人々には原因がわからない。飲みも細菌も感染経路も知らない。だから彼らは目に見える説明を求めた。神の怒り、星の異変、毒、悪意ある誰かの仕業、見えない病に耐えられなかった人々は、見える理由を探したのである。第4章、神はなぜ沈黙したのか。中世ヨーロッパにおいて、病は単なる医学の問題ではなかった。それは神との関係の問題でもあった。なぜ善良な者が死ぬのか。なぜ祈っても助からないのか。なぜ司祭も修道士も倒れるのか。なぜ神は沈黙しているのか。人々は祈った。悔い改めた。行列を作り、罪の許しを求めた。自らを鞭打つ人々も現れた。だが、死は止まらない。ここで、教会の権威は深く傷ついた。もちろん、信仰そのものが消えたわけではない。むしろ、恐怖の中で、信仰にすがる人も多かった。しかし、教会が世界の意味を完全に説明できるという前提は揺らいだ。祈っても死ぬ。聖職者も死ぬ。神に仕える者も、病の前では特別扱いされない。この経験は、人々の心に深い亀裂を残した。中世の世界観は、疫病によって静かに傷つけられたのである。第5章、見える敵を作る社会。原因がわからないとき、人間はしばしば犯人を探す。黒死病の時代にも、それは起きた。各地でユダヤ人が井戸に毒を入れたという噂が広がり、迫害や虐殺が起きた。異端者、よそ者、弱い立場の人々も疑いの目を向けられた。これは疫病そのものとは別の災害だった。病が体を壊すなら、恐怖は社会を壊す。人々は見えない菌を憎むことができなかった。だから見える誰かを憎んだ。ここに黒死病のもう一つの顔がある。それは社会の中に眠っていた差別や憎悪を表面化させた。危機は人間の本性を美しくするとは限らない。むしろ危機の時ほど社会は誰を守り誰を切り捨てるかを露骨に見せる。黒死病は命を奪った。だが同時に人間の理性も試したのである。第6章、人が足りない。労働者の価値が上がる。ここから黒死病の本当の歴史的衝撃が始まる。人が死にすぎた結果、労働力が足りなくなった。中世社会では土地が富の中心だった。領主は土地を持ち、農民はその土地を耕す。農民は領主に地代や労働を提供し、その代わりに生活の場を得る。だが黒死病の後、この関係が揺らぐ。土地は残った。城も残った。領主の権利も古い契約も村の教会も残った。だが耕す人間がいない。領主は命令できる。しかし死んだ農民を畑に戻すことはできない。すると生き残った農民や職人の価値が上がる。より良い条件を求めて移動する者が出る。賃金を上げろという者が出る。古い義務から逃れようとする者が出る。これは中世版の労働市場ショックだった。黒死病は農民を解放するために起きた革命ではない。だが結果として農民の交渉力を押し上げた。昨日まで土地を持つ者が強かった。しかし今日からは働ける者も強くなる。死者の山の上で生き残った者たちは初めて自分の価値を思い知ったのである。第7章、領主たちの反撃。もちろん支配層は黙っていなかった。人手不足で賃金が上がる。農民が条件を選ぶ。職人がより高い報酬を求める。領主や都市の有力者にとってこれは秩序の崩壊だった。彼らは言った。昔の賃金で働け。勝手に移動するな。労働を拒むな。高い報酬を要求するな。イングランドでは黒死病後の労働力不足に対して労働者の賃金や移動を抑えようとする法が出された。古い社会は法律によって時間を巻き戻そうとしたのである。しかし問題は法ではなかった。人間が足りないことだった。どれほど命令しても労働者が希少になった現実は消えない。賃金を固定しても働く者はより良い条件を求める。
逃亡を禁じても人口の穴は埋まらない。ここで中世社会の矛盾があらわになる。領主は土地を持っている。だが土地だけでは富にならない。人間が働かなければ土地はただの土である。国史病はその当たり前の事実をあまりにも残酷な形で証明した。第8章、西と東で分かれた運命。ただしここで単純化してはいけない。国史病によってヨーロッパ全体で一気に農民が自由になったわけではない。地域によって結果は違った。西ヨーロッパでは労働力不足によって農民や職人の交渉力が強まり、封建的な拘束が緩む方向に働いた地域があった。一方で東ヨーロッパでは領主が農民をより強く土地に縛ろうとする動きも見られる。人が足りない時、社会は2つの方向へ進みうる。労働者に譲歩する社会、労働者をさらに縛る社会。同じ人口減少でも政治、土地制度、都市の発達、商業の力によって結果は変わる。だから国史病は中世を一撃で終わらせた魔法の杖ではない。しかし各地の社会がどちらへ進むのかを分ける巨大な圧力になった。歴史を動かすのは病そのものだけではない。病に対して社会がどう反応したかである。第9章、祈りから行政へ、権益の誕生。国史病は人々にもう一つのことを教えた。祈るだけでは足りない。原因は分からなくても経験的に人々は気づき始める。病は人の移動とともに来る。港から来る、船から来る、外から来る。ならば止めなければならない。人の流れを管理しなければならない。地中海の都市では入港者や旅行者を一定期間隔離する考えが生まれていく。ラグーサ、現在のドゥブロブニクでは1377年に初期の公式な隔離制度が整えられたとされる。これは近代的な公衆衛生の入り口だった。神の怒りを鎮めるために祈る時代から都市が人の移動を管理する時代へ、国史病は行政に感染を制御するという発想を覚えさせた。もちろん当時の人々は細菌を知らない。だが距離を置くこと、隔離すること、危険な地域から来たものをすぐに入れないことは経験として理解されていく。死は都市に管理の技術を教えた。これもまた社会構造の変化だった。第10章、死の文化。国史病は文化にも影を落とした。人々は死を見つめるようになる。骸骨が踊る。王も司祭も商人も農民も死に手を引かれる。死の舞踏のような表現は死の前では身分が無力であることを示した。中世社会は身分の社会だった。生まれた場所、属する身分、使える相手によって人の人生は大きく決まった。だが国史病はその秩序の上にさらに強い平等を置いた。死である。王も死ぬ、司祭も死ぬ、貧民も死ぬ、美しい者も富める者も敬虔な者も死ぬ。国史病の時代、人々は世界の中心に死を見た。そしてその経験は芸術、文学、宗教感覚に深く刻まれていく。終章、国史病は何を終わらせたのか。では国史病は本当に中世ヨーロッパを終わらせたのか。答えは単純ではない。国史病だけで中世が終わったわけではない。その後も王はいた。領主もいた。教会も残った。農民の苦しみも消えなかった。しかし国史病は中世を支えていた前提を壊した。世界は神の秩序で説明できる。領主は土地を持つから強い。農民は簡単には動けない。労働力は安く手に入る。都市は人の流れを自由に受け入れられる。危機の時、人々は同じ共同体としてまとまれる。その全てが国史病によって疑わしくなった。病は交易路を走り、世界のつながりの危うさを見せた。病は人を殺し、人口という土台を破壊した。病は教会の説明力を揺さぶった。病は差別と迫害を吹き出させた。病は労働者の価値を上げた。病は領主に反撃させ、法による労働統制を生んだ。病は都市に権益を覚えさせた。病は芸術に死の影を刻んだ。国史病はただの疫病ではない。それは社会を構成するあらゆる関係を問い直させる事件だった。人間とは何か、労働とは何か、土地とは何か、信仰とは何か、共同体とは何か、国家や都市は人の移動をどこまで管理できるのか。14世紀のヨーロッパは死によってこれらの問いを突きつけられた。国史病はヨーロッパから命を奪った。だが同時に生き残った人々に自分の価値を思い知らせた。土地ではなく人間が足りない。その瞬間、中世の社会構造は
静かに崩れ始めた。黒死病は中世を剣で破壊したのではない。死によって社会の値段表を書き換えた。そして歴史はそこから別の時代へ向かい始めたのである。チャンネル登録、高評価お願いします。